こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は Xbox ストアで開催中のスプリングセールからおすすめタイトルをご紹介します。なお、セール期間は2024年4月19日までとなりますので、気になるタイトルはぜひチェックしてみてください。ストレイ。定価3500円から35% オフの2275円で最安値を更新しています。怪我をして一人ぼっちになってしまった一匹の迷い猫として廃墟のような街を探索するアクションアドベンチャーゲーム。世界観の作り込みが細かく、猫ならではの機敏な動きでこだわり作られたネオン街やダークな雰囲気の路地裏などを探索することができます。ゲームボリュームは程よく実績コンプまで遊びやすいタイトルなので、猫好きな方にはおすすめの作品です。アフターイメージ。定価2800円から 50% オフの1400円です。手書きのアニメーションで描かれた 2D アクション RPG。記憶を失ってしまった少女ライネを主人公に、美しく幻想的な世界を舞台に最大10個の様々な武器を扱うことが可能で、各種武器特有の派生技や多様な能力ツリーを成長させたり、豊富なアクション要素を備えたテンポのいい戦闘を楽しむことができます。マップには宝箱が隠されていて、見つけることで新しい能力を得られたり、各エリアには強力なボスが待ち受けています。また、日本語音声にも対応しています。バイオハザードリベレーションズ2コンプリートシーズン。定価1990円から 75% オフの497円で最安値を更新しています。バイオハザード5と6の間の物語を描いたサバイバルホラーゲーム。海外ドラマを意識した作りで、もともとはエピソード前に分割販売された作品の全エピソードを収録した完全版となります。ストーリーモードは基本バイオ5のように2人行動をメインにした構成となっていますが、1人でもプレイが可能、または画面分割での協力プレイが可能です。また、ストーリーとは別にキャラをレベルアップしたり、武器を改造してどんどん強化していき、1つあたり15分ほどのステージをクリアしていくハクスラ要素を取り入れたレイドモードも収録。レイドの方はオンライン協力プレイが可能です。また、1作目であるバイオハザードリベレーションズアンベイルドエディションも497円のセール価格となっていて、こちらのストーリーモードではバイオハザード4と5の間の物語が描かれています。本作に関してはストーリーは1人用ですが、レイドモードはオンライン協力プレイが可能で、レイドモードに関しては1作目の方がより優れた完成度です。1、2ともにバイオハザードにレベルシステムという成長要素を加えた斬新な作品なので、未プレイの方には非常におすすめできる金額です。バックフォーブラッドアルティメットエディション。定価 12,430 円から 90% オフの1243円です。レフト4デッドの精神的続編として作られた4人協力プレイ型の FPS ゲーム。アルティメットエディションでは大型拡張 DLC を3つすべて収録していて、新たなるキャンペーンストーリーや新武器や新しいカードなどが追加されています。また、今作の追加ストーリーはチームリーダーが所有していれば他のチームメイトは未購入でも遊べるという仕様となっているのも特徴です。通常版の方は4月15日をもってゲームパスから外れてしまいますが、追加コンテンツを全て収録した上で驚くくらいの激安価格ですし、非常に長く遊べる作品なので、激しい難易度が好きな方、フレンドとワイワイ遊びたい方にはおすすめです。ゴーストランナー2。定価4950円から 50% オフの2475円で最安値を更新しています。超ハイスピード高難易度アクションゲームゴーストランナーの続編です。刀を扱った戦闘システムやワイヤーを駆使したワールドの探索など、おなじみの要素の他にもバイクを使ったステージや激しいボス戦が追加されています。私個人的にはものすごくおすすめの作品で、高難易度ゲームがお好きな方には絶対に遊んでほしいです。一撃食らえばやられてしまう緊張感と圧倒的なスピードで操作し、刀で敵をなぎ倒していく爽快感が非常に気持ちいいです。
とにかく難易度は高めなのですぐにやられてしまいますが、同様にテンポよくリトライができて、何度も挑戦して攻略の糸口を見つけるという楽しさを高速で流れるように体験し続けることができ、プレイ中は脳汁が止まらないような刺激を感じ続けることができました。高難易度ゲームや絶えず操作が忙しいゲームが好きな方はぜひ。龍が如く8、定価9680円から25% オフの7260円で今回初めてのセールとなります。今年1月に発売したばかりのシリーズ最新作ですね。本作はセブンからの新主人公である春日一番とシリーズおなじみの桐生一馬のダブル主人公という形式で作られていて、戦闘システムはセブン同様の単性コマンド RPG を継承しつつも、一定距離内を自由に動き回れたり、仲間との連携攻撃ができたりなど、戦術性が大幅に向上しています。そして舞台はシリーズ初の海外、ハワイ、ホノルルシティとなり、マップスケールは前作の3倍以上に、美しい海やハワイらしい豪華な街並みを堪能したり、シリーズおなじみの数々のミニゲームやプレイスポットを楽しむことができます。また、ガチャピンやムックたちと協力して、ゴミだらけの島を一流リゾートに育て上げていくどんどこ島も収録されていて、こちらでは資材を集めて家具を作ったり、建物を建設したりして、島を自分好みに作っていく、まるで動物の森のようなゲームを楽しむこともできます。私、最後まで遊びましたが、とにかくシリーズ最大規模の凄まじいボリュームで、膨大なスケールで様々な遊びを堪能することができます。告発系 VTuber、多々良ひそかをメインに、虚実によるネット炎上や大人気 VTuber の中の人とは、みたいなお話がシナリオに入ってくるのも個人的には見どころだと感じました。そして何よりも今度こそ桐生一馬の本当の最後の物語が描かれていて、過去作とのつながりも非常に多く作られています。難易度選択がなく、基本的な難易度はやや高めであったり、ストーリー全体としての完成度は0と7には及ばず、特に終盤の展開に関しては不満点もありますが、RPG としての出来は良く、シリーズファンの方なら触ってみてほしいなと感じます。また、ロストオデッセイが 67% オフの891円や、ブルードラゴンが 67% オフの641円、悪魔城ドラキュラ HD が 67% オフの509円など、Xbox 360の名作も多数セールとなっていますので、まだ未プレイの方はぜひこの機会に購入してみてください。ということで、今回はスプリングセールのおすすめをご紹介しました。今回に関してはセール常連な定番タイトルが非常に多いので、目新しさは感じられませんでしたが、対象タイトルは約700本と豊富です。ぜひこれまでのセールで買い逃したタイトルなどがあれば、今回の機会に購入してみてはいかがでしょうか。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。